はい、皆さんこんにちは、モットーです。今回ドキキャンプさんのサイトを見ていたところ、新しい情報が出てましたんで、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずは話題のテントの方を見ていきたいと思います。こちら G2000 の新バージョンとなりまして、アップグレードされたものになります。こちらの方は以前から公開されておりますが、待ちに待った TC の方が写真が公開されております。まずはこちら。今映っているのが、G2000 の TC バージョンの新バージョンになります。で、今映っているカラーですね。これが新色で、出す予定の、こちらに書いてあります、TC のグレーの本体と思われる写真になっております。で、こちらの方がこのような形で、写真からすると写真が少し暗い感じの写真になってますんで、見た目は薄暗いグレーのように見えますが、実際は若干白に近いのかなという形がします。続きまして、ついに出ましたブラックのバージョンになります。見た目は以前に出たナイロンの方の形状とほぼ同じになります。サイドに、メッシュの窓が合計4箇所と真ん中の部分に、空気取り入れ口が2箇所と上部の方にもついております。多分こちらの方のこのロゴはちょっと拡大してみますと、多分はめ込み合成の写真になっていると思いますので、ちょっと実際のイメージは着てみないとちょっとわからないですね。こちらの方もはめ込み合成っぽい感じがします。見た目はナイロンバージョンとほぼ変わらないと思いますね。で、この写真からすると外側のスカートがどの写真見てもちょっと写りがちょうど草に隠れてわからないんですが、実際スカートがついてるかどうかっていうのがちょっとわからないところですね。で、多分このロゴは実際のロゴだと思われます。で、こちらも見ますと両サイドにメッシュの開口が2つと真ん中の部分に空気取り入れ口がついている形になりますね。この辺はほぼナイロンのバージョンと同じになっています。で、これを見ますと、下の方を見ますとちょっとなんかスカートがないように見えるんですが、実際はついているということなんですが、実際のところどうだかちょっと分かりません。見た目も、TC の生地になったという形ですね。で、ここなんですが、多分ここに写っているのは TC 傷だと思われるんで、こちらの方にスカートがついているんですが、長さといえば10センチくらいですかね。なんでそう長くはないんで、完全に風が防げるかというと、そういったものでもないのかなという、気持ち防げてるかなという形はします。それと変わった部分が、多分この写真で訴えたいのは、このポールを刺す部分がポールの以前全バージョン持っている方は分かるんですが、この部分がかなりの隙間が空いてまして、非常に取りやすかったというのがあります。と、初期バージョン持っている人はここの部分もガイロープだったんですが、今はビルディングテープのような形になって留めるような形になっております。で、同じく TPU ですね。こちらは以前のバージョンと共通ということなんで、
以前のバージョンを持っている方はそのまま代用が効く形になっています。こちらの方のメッシュの方なんですが、今現状この写真からするとメッシュの下部は、以前と同様なんですが、こちらの方は、ちょっと戻りまして、こちらのナイロンバージョンの方のメッシュドアですね、オプション、こちらを見ますと下部の部分がスカートがついておりまして、こちらで着てくれたら非常にありがたいんですが、ちょっとその辺は不確かなところであります。TC の戻ります。先ほどの写真で言うと、先ほど写真写りましたが、ここの下部の部分がスカートがないような写真になってますんで、その辺はちょっと着てみないとわからないかなと。こちらの方も、下部はスカートがないよう状態ですね。全バージョンの方はみんなこのバージョンになってますんで、新たに来るバージョンは先ほどのようなスカートがついてればもっといいものになるのかなという感じはするんですが、実際着てみないとわからないところです。これは以前の写真ですね。多分グリーン系統の色、これがダークグレー、ダークグレーというかカーキですね、カーキの色ということで、これが多分アーミーグリーンだったと思われます。実際新バージョンはこの色かどうかは不確かです。ただし私が聞く形では普及バージョンに比べて、少し色が明るいと言ってましたんで、ツイッターなんかを見ますと、後ろにつくとこれベスタビュールのものと前の幕の色が違うという人もいましたんで、だいぶ明るい色になっているのかなと思われます。これがカーキですね。少しこの写真からすると落ち着いた感じの色系統に見えたんですが、私もこの注文をしておりました。ただいろいろ聞く形だと新しい新バージョンはですね、もっと明るいということだったんで、ちょっとこの色系統がいいなとは思ってたんですけど、実際、来る色は、この次に出てきますこの色じゃなくてこの色ですね。多分かなり明るい、これとこんな感じ、この色からこれちょっとカーキっていうより肌色ですかね。ちょっとそちらに近いような形がしました。ですんで私の方はこちらの方をやめて、ブラックの方に色を変更しております。これからすると結構明るいのかなと。このビルディングテープとかポールの色を見るとそんな変色はしてないんで、実物に近い色なのかなという感じはしますね。ちょっとこれだとかなりカーキというよりはベージュに近いんで、その辺で私の方はブラックに変更する決断を取りました。これがグリーンですね。多分これも実際に近い色だと思います。で、ブラックの方はこのような色。ただしこれは古いバージョンの色合いなんで、実際の多分色合いは先ほど見た色が一番近いのかなと。で、問題はこちら新色のグレーですね。この写真を見ますと写っているのがまた少し薄暗い形なんで、実際よりは少し明るいのかなという感じはするんで、
これを見る限りではグレーも結構かっこいいかなと思うんですけど、多分こっちに近い色だと思うんですね。グレーっていうよりは少し明るい白のような形が近いのかなと。この色ぐらいだったらいいんですけど、この色だとちょっと私はどうかなっていう感じはしました。これぐらいだったらなんとか許せるグレーだと思いますね。でこちらがブラック。日の光からすると実際の色に近いのかなという感じはします。で、今回この TC のバージョンでもこちらの方にブラックとアーミーグリーンと TC カーキと TC グレーの新色ですね。でその他車線は引いてるんですけど、この辺の付属の方は、TPU とメッシュドアと拡張テントのメッシュドアなんかは別のナイロンのバージョンの方で購入してくださいということが書いてますんで、そちらの方で購入することは可能です。で、この他に追加されたのは、フロアマットのほか、拡張テントですね。各色の拡張テントが追加されましたんで、ベスタビュールの形で取り付けたい方はここから購入ができますということになります。ともう一つ変更点がありまして、このサイトでいろいろテントが載っているんですが、こちらのナイロンバージョンの方はさらに追加で気になる点として、フロアマットのオプション以外に、本体向けのオプションが2分の1のインナーがついています。これはまだ写真の公開になっておりません。それともう一つ、本体の1分の1向けのインナー。実際このテントの中の大半を占めるインナーか、この半分2分の1のインナーかという形になるんですが、2分の1が半分から、右半分なのか左半分なのか、それとも真ん中から奥なのか手前なのかっていうのもちょっとわからないんで、この辺はちょっと公開を見てからもし気に入れば追加購入をしたいかなと思います。ともう一つ変更点があります。G5000 の方ですね。これは前から公開されてたんですが、以前はアーミーグリーンが販売されてたんですが、その他にブラックとホワイトとカーキが追加されています。多分このホワイトって言ってるイメージが先ほど説明したグレーに近いのかなっていう形がするんで、グレーなのかホワイトなのかというのは実際見てみないとわからないところですね。その他にドキキャンプさんで販売しているのは、特別バージョンもありますし、ドームテントこちらの方の唐辛子のテントですかね。それとここにあります R345、いわゆる別のメーカーの3.45 になるんですかね。話によると 3.45 より大きいバージョンも出るそうなんで、そちらも期待したいかなと思います。ちなみに私はこちらの方のテントも購入したんですが、未だに発送はされておりません。購入当初から100個限定ということだったんですけど、10個売れてると思うんですが、その10個のうちの一つは私なんですが、未だに発送日が決まらないというような状況になっております。それの特別バージョンのグリーンがあります。値段は約1万円ぐらい高いんですが、初めはこちらの方が載ってて黒出ないかなと思って黒が出たんで、こちらの黒のバージョンの方を購入したところです。その他にカンガルーテントとグレー武士 Z シェルター、超かっこいい名前なんですけど、色がこれしかないんで、買うのは控えました。それと、
こちらのテントはどう見ても G2000 を少し改良したようなサイズ感になってましたんで、名前も MS2000 ですね。こちらの方も気になるところなんですが、情報があまりにも少なくて、購入する人も多分10個のみって言って10個もまだ売れてない状況だと思いますんで、この辺は情報をさらに乗っけることによって買う人も増えるのかなとは思うんですが、いつになることかわからないような感じですね。と G2000 の X ラインのオプションが別ページで、公開されてるんですが、まだ購入はできない状況になってます。多分こちらの方で先ほど説明した2分の1のインナーとか1分の1インナーですね、その他付属品が購入できるページが別個に設けられてますが、まだ公開はされていない状況です。で、今回、見せたかったのがこの新しいバージョンの色ですね。TC のグレーということで、なんかいつもこう微妙な色合いで出してかっこいいとは思うんですが、実際に出てくる色系統が定かではないんで、その辺もちょっと気になる点なんですが、今回はせめてもの新しいバージョンの形が出たことによって、購入する方、キャンセルする方が出る可能性もあると思うんですが、見た目塞いでしまえば全バージョンと変わらないような形にもなりで、ただ私がちょっと気になる点が写真に一つあります。今までブラックバージョン、初期バージョン買ってた時に、薪ストーブ入れる場所ですね、それの場所が唯一映っているのがこれですね。これ見るとどう見ても難燃シートが白っぽいんですね。これがちょっと残念なとこですね。今までは難燃シートが黒だったんですけど、白なんですね。ちょっとこの辺が実際これで来るとちょっとがっかりな点かなというのが私のところの気になるところです。これをちょっと私予測してたのが、先ほど紹介しましたこちらですね。こちらも薪ストーブを入れられるテントになりますね。で、向こうの方にも一応言って変更できますっていう話だったんで、変更お願いしますっていうことでお願いしたんですが、これですね。せっかくのブラックなのに薪煙突出るとこだけ白はちょっとないんじゃないのっていうことで、こちらの方を一応ドキキャンプさんの問い合わせて黒の難燃シートにしてほしいということで、分かりましたとは返答返ってきたんですが、多分あれからもう3ヶ月ぐらい経ってますんで忘れられて、この形で来る可能性は大ですね。あとはせめてここに穴開けるんで、ここにカバーする扉をつけてほしいとも言ったんですが、実際それで来るかどうかは怪しいところです。中の方にはなんとなくこう塞ぐものがありそうな気配がするんで、それはちょっと塞ぐものが白じゃなければいいかなという形はするんですが、実際来ないとちょっと分かんないところですね。はい、そんなところで、私がいろいろこう毎日のように見ている形で変化したところで、皆さんにも、このような写真が出ましたんで、まだ LINE とか旧 Twitter とかInstagram の方にもまだ公開されていないと思いますんで、その辺で皆さんに紹介したいと思って今回の動画を上げさせていただきました。
待ってる人は日本に何人いるか、多分2000人ぐらいいるんですかね。かなり売れてるらしいんで、私が聞いた時にはナイロンバージョンでも5000は超えてるっていう情報は聞きました。実際はさらにそれから増えてる可能性はありますし、その辺で待ってる人はいっぱいいて、やっぱり不安なところもあると思うんですが、せめてこの写真が、今回登場したことによって、今私の情報では12月の10日の出荷ということを聞いてますんで、それに期待してなんとか年内届けばなというところです。いかがだったでしょうか。ちょっと今後このような情報がありましたら随時発信していきたいと思いますんで、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではモットーでした。また。